こちらの動画は16カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は稼げるアニメーターになるために絶対知っておいてほしいリアルな現場の生存戦略というセミナーを8月23日に開催しますので、その告知とどういった内容のものになるのかをご紹介させていただきたいと思います。皆さんの中にはアニメーターに限らず絵をお仕事にしたいと考えて僕のチャンネルを見てくださっている方も多いと思いますが、絵を描くことをお仕事にするのって実際どうなんだろうって不安に思っている人もいらっしゃるかと思います。特にアニメーターに関しては給料が安いとか長時間労働が当たり前だとかやりがい搾取の業態といったイメージが強くて、アニメーターを目指したいけどやっていけるのか不安がある人や親御さんに反対されているなんて人も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもそういったアニメ業界のイメージは間違っている部分があるんですよね。お金の面でお話ししますと、詳しくは後で解説しますが、アニメーターって日本の全職種の平均賃金と比べてみると平均よりちょっと上の方に位置しているんですよね。実際僕がアニメーターとしてどれくらいもらっていたのかというと、月収100万円以上は毎月コンスタントにもらっていました。今は YouTube や他の副業もやっていますが、当時はアニメーターとしての仕事だけでそれくらいもらっていたんですよね。僕みたいな全く無名のアニメーターでもやり方によってはそれくらいもらえる。つまりアニメーターという仕事は決して稼げない仕事じゃないんです。こういったお金に関するお話をすると、いや自分は絵を描く仕事に就くことが夢だからお金になんなくても長時間労働でもいいんだよ。とか、お金の話はなんだか癒しく感じるから聞きたくない。そんな話しないでほしい。こんな反論が出てくると思うんですよね。絵を描く仕事に就くことを夢見て頑張っている人には僕もあまりこういう話はしたくないんですけど、大事なのは憧れの仕事に就いた後、そこから長く続けていくということではないでしょうか。アニメーターの場合、3年で9割の人が辞めてしまうなんて言われ方してまして、特に金銭面での理由で辞めてしまう人が結構多いんですよね。僕としても皆さんが憧れの職業に就くことができたのなら、できるだけ長く続けてもらいたい。そして将来的には仕事をしながらゆとりのある生活ができるようになってほしいと思っています。そこで今回アニメーターって実際どうなのという疑問に答えると同時に、皆さんが長く仕事を続けていける人になってほしいという願いも込めて、アニメーターのリアルな現場とお金の話についてセミナーを行うことになりましたので、その内容について告知も兼ねてご紹介させていただければと思います。この動画を最後まで見ていただければ、実際のアニメーターの現場がどのような現状なのかと、業界で長く生き残っていくためにはどうしたらいいのかについて、セミナーでどのようなことをお話しするのかを知ることができますので、アニメーターや絵を描く仕事に携わりたいけど不安を抱えている方や、アニメーターとしてお金を稼いでいきたいと思っている人は、ぜひ最後までご覧ください。もしこの動画を見てセミナーに興味を持っていただけたら、概要欄に参加申し込みのリンクがありますのでチェックしてみてください。申し込みは8月22日までとなってますので、お早めにどうぞ。8月はコロソとのタイアップ企画で、今すぐ使えるコロソの全カテゴリー対象の割引クーポンをプレゼントしています。コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたオンライン教育サービスです。マーベル、ディズニー、ピクサー、アップル、ハリウッド映画などのグローバル企業や、世界的に活躍しているアーティストたちと共に仕事をしてきた各業界トップクラスの専門家たちの実務ノウハウが詰まったプレミアム講座をコロソで無期限に視聴することができちゃうんです。今回はタイアップ企画として特別に今すぐ使えるコロソの全カテゴリー対象となる4000円分の割引クーポンをプレゼントしています。コロソのサイトで講座をチェックして気になる講座があれば、ぜひ動画下の概要欄にあるクーポンコードをご利用ください。8月中の期間限定となりますのでお早めにどうぞ。また、イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。僕の仕事経歴も概要欄にありますので、興味がある方はチェックしてみてください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。ということで早速やっていきたいんですけど、まずは僕がどのような経緯でアニメーターになったのか、アニメーターとしてどのような仕事に携わってきたのかについて簡単に自己紹介させていただければと思います。
僕がアニメーターを目指し始めたのは25歳くらいの頃で、そこから2年後の27歳の時に専門学校に入って、その2年後29歳でアニメーション制作会社に入社しました。そこから様々な仕事に携わらせていただいたんですけど、ざっと一覧にまとめてみましたので、ちょっと見てみたいと思います。こうしてみると自分で言うのもなんですけど、本当にいろいろな仕事に携わらせてもらったなって感じですよね。僕の仕事経歴に関しては概要欄にリンクが貼ってありますので、詳しく知りたいという方はぜひチェックしてみてください。こういった様々な仕事をやってきた経験を生かして2021年からは YouTube を始めさせていただいたんですが、アニメーターのみで仕事をしていた時の収入で言いますと、2020年頃からだいたい月収100万円以上もらっていたという感じでしょうか。月収100万円以上というと、アニメーターとしては結構もらっている方だと思うかもしれませんが、これは単純に労働時間を2倍に増やしたとか、ヒデさんだからできる特別なことをやったとか、そういうわけではないんですよね。実際僕は特別な仕事をしていたわけでもないですし、労働時間は1日 7,8 時間程度と至って普通でした。ではどうやってアニメーターとして高額の収入を得ていたのか。8月23日に行われるセミナーでは、無名の僕が月収100万円を維持し続けられた理由と、アニメーターとして長く続けていくために知っておいてほしい誰でも真似できる再現性のある方法についてたっぷりとお話ししていきたいと思います。ということで、まずは今回のセミナーがどういった構成になっているのかを簡単に見ていってみましょう。1、自己紹介とアニメーター、アニメ業界の現状。まずは自己紹介と僕の仕事経歴、講座の趣旨と流れの説明、アニメーターのお金事情、この選択が生存率を決める。ということで、実際のアニメ業界の現状をジャニカによるアニメーター実態調査の報告書を参考に紐解いていきたいと思います。2、今だからわかる入社前にやっておいた方がいいこと。本当にアニメーターでいいのか？専門学校は行くべきか？今すぐやめろ。これをやっていると成長しない理由。独学でこれだけはやっておいた方がいいこととは？といった感じで、アニメーション制作会社に入社する前にできるだけやっておいた方がいいことについてお話ししていきたいと思います。3、リアルな現場のお金事情と新人時代の生存戦略。学生と社会人の違い。新人アニメーターはどれぐらい稼げるの？1日の仕事のスケジュールは？現場の理想と現実。駆け出し時代を生き残る秘訣とは？最短でステップアップするための方法とは？ということで、実際に会社に入って新人時代を生き残るために知っておいてほしいお金の事情と生存戦略について僕の経験を踏まえてお話ししていきたいと思います。4、仕事の幅を広げるための重要ステップ。新人原画マンの仕事の受け方のコツとは？会社と人で人生が変わる？仕事の割合は7:3で。ステップアップのためにはこれだけは守れ。ということで、実際に僕が新人原画マンだった頃にやっていたことを踏まえて、どういう仕事の取り方をすればステップアップしていけるのかについてお話ししていきたいと思います。5、月収100万円の仕事の取り方。どうすれば稼げるのか。自己プロデュース力とは？一番稼げるポジションはこれ。仕事は技術よりも〇〇が大事。ということで、実際に僕が月収100万円稼いでいた時にどういうことをしていたのか、どうやって仕事を取っていたのか、どんな仕事を取っていたのか、ここでは再現性のある具体的なやり方についてお話ししていきたいと思います。6、人生設計を見直す必要性と自分のケース。これは余談になってくるんですけど、どういう人生を送りたいのか、長期的に考えるということや、挑戦するために必須の基礎体力、自分のケースについてなど、アニメーターの仕事というよりは、自分の人生で本当にやりたいことを見つめ直すということと、自分のケースについてお話ししていきたいと思います。そして7番は質疑応答といった流れになっています。今回の動画では、そんなセミナーでお話しする内容の中から最初のステップの部分、1、自己紹介とアニメーター、アニメ業界の現状というところについてご紹介していきたいと思います。自己紹介は先ほど簡単にさせていただきましたので、アニメーター、アニメ業界の現状という部分に関しまして、ジャニカ、日本アニメーター演出協会というところが出している2023年版のアニメーション実態調査報告書を参考に、アニメーターのお給料面を踏まえた実態を見ていきたいと思います。まず、この報告書がどういったものなのかと言いますと、
文化庁令和4年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業の一環として昨年度実施されたアニメーター実態調査の調査結果をまとめたものということで、簡単に言うとアニメ制作に携わる多くの人にアンケートを取ってそれをまとめたものとなっています。ただここで注意しておきたいのは、このアンケートは全てのアニメ制作事業者にアンケートを取っているわけではないので、ここで示されている数字はあくまでも参考程度に留めておいてほしいというところです。とはいえ一つの指標とはなると思いますので、実際にこの調査によってどのような回答が得られているのか、僕の見解も踏まえつつ見ていきたいと思います。まずは国籍から。日本が 98.1% とダントツに多くなっていますよね。これはアンケート自体が日本国内向きに行われていて、海外に住みながら日本のアニメの仕事をしている人の回答が得られていないということが考えられますので、実際には外国籍の方の割合はもう少し多いのではないでしょうか。最近のアニメのテロップなんかを見ていると、原画マンとして活躍している海外の方の名前が非常に多くなっているのがわかると思います。続いて居住地ですが、これは東京が半数以上を占めてますよね。さらに東京都内の内訳を見てみると、練馬区、杉並区、中野区で半数以上を占めています。アニメ制作会社は練馬、杉並あたりに固まっているため、その周辺に家を借りている人が多いということですね。そして男女の年齢分布ですが、こんな感じになっています。男性平均年齢が 40.7 歳、女性が 36.6 歳、全体平均年齢 38.8 歳となっています。これは個人的には案外年齢高めだなって感じますね。最高齢で72歳という方もいらっしゃるみたいです。72歳でどのような仕事をしていらっしゃるのか気になりますよね。次に配偶者、子供の有無ですが、結婚されている方の割合は 38.6% と比較的少なめで、子供ありが 20.5% とかなり低い数字になっていますよね。実際にはもっと割合は低くなると思いますので、家庭を持ちながらアニメ業界で働くということはなかなか難しいということがこの数字から伺えると思います。そして少し飛ばしてアニメーション制作者の就業形態ですが、これは意外なことに正社員、契約社員を合わせて 49% とかなり多いですよね。約半数がしっかりとした雇用形態で働いているということになります。ただこれに関しては、このアンケート自体が基本的に正社員雇用を率先して行っている会社で多く回答されているといった可能性がありまして、アニメーターを正社員として雇用している会社も増えてきているとはいえ、本当の実態としては正社員雇用はこんなに多くはないと思います。そしてここからが本題。アニメーション制作者の収入と支出ということで、年間収入グラフを見てみましょう。こんな感じになっています。いかがでしょうか。こうしてみると、年収600万円以上という人が 25% と圧倒的に多いですよね。平均値は455万円、中央値は422万円となっていますが、この数字、日本の全産業の平均収入と比べてどうなんでしょうか。国税庁の民間給与実態統計調査によりますと、2022年の全国平均年収は458万円となっていますので、ジャニカの実態報告書の数字だけ見た場合、アニメ業界の平均年収は実は全国平均とほぼ同じぐらいとなっているんですよね。中央値に関しては国税庁の資料に掲載されていないものの、転職求人サイト大手リューダの調査によると約360万円という結果になっていますので、アニメ産業従事者の方が中央値に関しては上回っているということがわかります。いかがでしょうか。こうしてみるとアニメ業界って意外とちゃんとお金がもらえているんだなということがわかりますよね。ここで反論として、いやいや、これ回答数368人ってどんだけ少ないんだよ。こんなアンケートちゃんとした会社で働いている人しか答えてないでしょ。とか、アニメーターって確か6000人ぐらいいるんでしょ。アニメ関係者全体だったらもっと多いんだから、こんな一部の回答者だけの数字を見せられても参考になんないよ。という声が聞こえてくると思うんですけど、確かに実際にそうだと思います。図にしてみるとこんな感じでしょうかね。皆さんはこれを見てどう感じるでしょうか。僕はですが、これにこそアニメ業界で生き残るためのヒントがあると思うんですよね。
つまりこういったアンケートに回答している人ってアニメ業界の中でも大手の会社の人、もしくは大手の会社で仕事を取っているフリーランスの人が多いのではないかと推測されますので、そのことを考えると逆にこういったアンケートにしっかり答えられるような大手の会社に入ることができれば、正社員としてしっかりとお給料がもらえる可能性が高くなるってことなんですよね。じゃあ具体的にどこの会社がいいのかということに関してはセミナーでしっかりお伝えしていきますが、例えば動画工房やクローバーワークスの作品にはクレジットに作画育成監督というものがあったり、大手のアニメ制作会社では近頃新人教育に力を入れている会社も多いんですよね。大手の会社で働くベテランアニメーターの方がしっかり面倒を見てくれるような環境があれば、実力もしっかり伸びていくという期待が持てますよね。そういった会社に入れるかどうかが、まず最初に皆さんがアニメ業界で生き残っていけるかどうかの第一関門になると言ってもいいと思います。しっかりとした雇用形態、しっかりとした教育環境、この2つの保証がある中で質の高い作品の仕事ができるということが、まずはアニメ業界で長く生き残っていくための大きなアドバンテージになるのではないでしょうか。ジャニカの報告書でも技術・職能習得方法に関しては制作会社に所属して技術を身につけたという回答が約 29%、 さらに技術・職能習得方法で最も役立っているものでは制作会社に所属して技術を身につけたという回答が 54.5% と半数以上を占めています。ですので、これからアニメーターを目指す皆さんには、まずはしっかりとした教育、社会保障のある会社に就職することを一つの目標として実力をつけていってほしいと思います。とはいえ、大手のアニメーション制作会社に入社するのってやっぱり難しいんですよね。僕も最初は小さなアニメーションスタジオからスタートしていますので、アニメーターとして生き残っていくためには必ず大手じゃなくてはダメというわけではないんです。僕の場合、そこからワンピースやプリキュア、ポケットモンスターや進撃の巨人、僕のヒーローアカデミアなど多くの有名作品に参加させていただいたんですが、ではどうやってそういった作品に参加できるようになったのかという部分に関しまして、続きはセミナーの方で詳しくお話ししていきたいと思います。ということで今回は8月23日に行われる稼げるアニメーターになるために絶対に知っておいてほしいリアルな現場の生存戦略というセミナーの告知と合わせて最初の部分のお話を少しだけご紹介させていただきました。この続きが気になる人は概要欄にセミナー参加申し込みのリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。今回のセミナーはアーカイブが残りませんのでこの機会にぜひリアルタイムでご参加していただけると嬉しいです。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、テクスや迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、全身キャラクターを描くために必要な描き方のヒントや、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。